ご理解第6節。目には見えぬが神の中を分けて通りおるようなものじゃ。旗で声をかけておろうが、道を歩いておろうが、天地金の神の広前は世界中であるぞ。神の中を分けて通りおるようなものじゃ。と、お道の信心もここまで実感としていただけたら、日々が生き生きとしてありがたい信心生活ができる。それだけでなく、お得を受けることでありましょう。信心の確立とは、このような実感が得られるときを言うのであります。師匠がここで教えておられます。このような実感が得られるときと表現しておられます。このような実感が得られるときと、実感をする、いわば肌身で感じる、実際に感じるということが大切だということがわかりますね。なるほど、話を聞いて、なるほどそうかなと分かったり、合点がいったりします。そしてまた理屈の上で分かったりいたしますけれども、その頭で分かるというだけではダメだということですね。頭で分かっただけでは信心の確立はできないということです。信心の確立とは、このような実感が得られるときを言うのでありますと。神様のお働きを実際に感じる、実感する、肌身に感じる。その時に初めて信心の確立ができるのだと。知識として頭で理解したというだけでは信心の確立には至らないということになります。どうでも神様のお働きを実感として感じるようにならなければなりませんけれども、そのためにはやはり神様の働きを働きとしてそれこそ実感しなければなりませんね。成り行きは神の働きと教えてくださいます。なるほど、成り行きは神様のお働きなのかと分かりますけれども、これとてももう少し厳密に言えば、すべての成り行きが神様のお働きかというと、最近私はそうでもないようだなと思います。以前は成り行きというのはどこにでもある。それこそ日本にでも成り行きはある。アメリカに行っても成り行きはある。世界中の人々の身の上に成り行きは起こってきているのだから、どこにでも成り行きはあるのだ。としてみると、誰の上にでも神様のお働きがあっているのだというように思っておりましたけれども、これは頭で考えていただけの話でしたね。もう一歩先に突っ込んでみると、例えばあちこちで、争いが起こっていたり、難儀な、それこそ人権問題と言われるようなさまざまなことがやはり起こっております。それとても神様のお働きか、それとてもいわゆる成り行きとしていただくのか、いただかねばならんのかと言われますと、私にもよくわかりません。しかし、ただ一つはっきり言えますことは、師匠大坪宗一郎氏の祈りのもとに起こってくる成り行き、これは神様のお働きに間違いない。
ということです。もしそれが祈りの圏外、見ず知らずのとこで起こってきているものであれば、それがたとえどういう成り行きであろうと、神の働きかどうかは私には分かりません。ですから、とにかく師匠の祈りの圏内に入ってもらうということがまず第一であります。そしてその師匠の祈りの圏内に入られた人たち、その上に起こってくる成り行き、これはもう間違いなく神様のお働きです。成り行きが神の働きと実感として感じなければならない。そのためにはやはり神様が私どもに大変ご親切をしてくださる。なるほど、成り行きは神の働きだなと感じさせずにはおかん働きがそこには起こってくるということですね。これは師匠の祈りのもとで信心の稽古をさせていただいているからです。また別の人のところで信心の稽古をさせていただけば、それはまた別の働きが起こってくることでしょう。師匠はこれを例えば江戸時代のいろいろな藩がありましたね。黒田藩とか島津藩とかいろいろな藩がありました。佐賀の鍋島藩とか。そういう藩には藩の中だけで通用する藩札というものがあったと。信心もその藩札に似たようなところがあると。ですからその祈りの圏内においてでしか通用しない教えというのもやはりあるのだというようなことをおっしゃっておられました。世界中のどこに行ってでも成り行きは神様の働きですというわけにはいかないのですね。師匠大坪宗一郎氏の祈りの圏内で信心の稽古をさせていただくものの上に起こってくる成り行き、これは間違いなく神様のお働きだと。その確信が持てれる、実感を通して実体験を通してその確信をいただけれる。だからこそその成り行きを受けようといただいていこうと、一切の成り行きを受けようという心もその腹決めもできるわけですね。それもなしにただがむしゃらに何でもかんでも受けていこうとしても、それが本当にいいのかどうかは分かりません。師匠大坪宗一郎氏の祈りの圏内で起こってくる成り行きだから一切を受けていこうという腹を決めても間違いがないのです。ここを押さえておきませんと、何か全く信心のない人からでも何か言われたときにちょっと返答に困ることがありますね。師匠大坪宗一郎氏の祈りの圏内においてその信心の稽古をする者の上に現れる成り行き、それは神様のお働きだというここまでの確信を持てれるような、それこそ神様のお働きを実感する日々であって初めて
信心の確立というものもできるようになるのではないでしょうかね。そのためには神の働きと実感させずにはおかん、その成り行きをいただいていくということですね。まずはとにかくこうしてこのお話を聞いてくださっておられる人、それはもう間違いなく師匠の祈りの圏内でのことですから、それはそこに現れる成り行きは神様のお働きだと断言することができますね。どうでも成り行きを大切にし、そこに必ず神様のお働きが現れる。その体験を積み重ねてもらいたいと願いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。